そうですね、今回こうね心拍を削ったりこうしていくのに普段使っている道具としまして、基本的にこういう、ね、機械も使うんですけど、まず最初にその前に、こういう股枝とかこぶ切りですね、こういったものを使って、枝を切ったりこう皮をまず剥いていったりします。生きてるところだとねすんなりこうきれいにスルスル剥けるんですけれども、どうしてもねこう枯れてる部分をこうきれいにする場合ですとどうしてもこうね剥きづらくなってしまうので、切り出しでこうちまちまやるのもいいんですけれども、時間が早いということで、電動工具を使ってます。はい、でこの電動工具のいいところとしまして、回転ももちろん使えるんですけれども、これで変えると先端をねこう取り替えれますんで、これを変えていただくと、ですねこう飲みにもなると、これでこう削り込みもできますし、ね、こう形もいろいろあります。削りもできるし、でもちろんこの回転になりますんで回転に変えていただいてですね、回転にしていただいて、で先端にこのようないろんなビットがある、それをつけてこう削っていきます。でこうどうしてもね枝ってこう切った後ってこう丸くなってるので、そこをいかにこう自然な感じに古く風化したように見せるっていうと、やっぱりそれをこう板状にしていかなきゃいけないですよね。でも板状にするのにまず大きい道具でこういうヤスリがついた道具で、もちろんですね、こういう先端につけてこのままこう削っていただいてもいいんですけれども、これだとちょっとやっぱり大きいところしか削れないですよね。なので大きいもので道具である程度粗削りをしました。でその後にだんだんこの先端の工具をちっちゃくしていく、こういうねリューターのこういう丸いねものとか、もちろんこういうとんがったものだ四角いものもあるんですけれども、基本的にはあんまりこっちは使わなくて、この丸いのでいつも削ってます。そうすることでこうねずっと中も削り込みもできるし、細かいとこも入るとですね。こっちはちょっと頭が大きいタイプ、その径がやっぱり違うことによって削り込みの幅ですとか枝に合わせて道具を切り替えることができるんで、そういったものでこういろいろ集めて使ってます。でもちろんこう細かいものもありますので、こういうのは細かいこういうね狭いところをこう削り込んだりもできますけど、少しずつね時間かけてやっていくのがいいかと思います。はい、でどうしてもねこう枝のこう芽みたいなこうものがやっぱり毛羽立ってきたりするので、こう電動工具のこうねブラシでちょっとこれ使い込んでちょっとね曲がっちゃってますけど、こういったもので最終的にこうバリを取っていくというかなめしていくっていう作業も非常に大事になってきます。はい、どうしてもねこう、自然の山鳥の木とかもあるんですけれども、心拍の場合ねこう作ったものが結構多いんで、下のこの動きは非常にいいんですけれども、どうしても今後ね丸っぽくなってしまうとやっぱり、自然のこう風合いっていうのがやっぱり表現できないので、なるべくこう自然にこう厳しい環境で枝が折れた状態、風化した状態っていうのをこう少しずつ時間をかけていってこのように削っていきます。これはね一回粗削りって言ってこう大体軽く削ったぐらいなんですけれども、これまた時間かけて2度3度って言ってこうまた細かいところも削りながらやっていきますと。これが普段使っている道具ですね。こっちはこういう大きい道具もありますし、こういうのもねこういうの削れますし、はい、で皆さんもね自分の使いやすい道具っていうのをいろいろ集めていただいて、試しにこういうのでセットで売ってるんで、こういうのを使ってこういう自分が思うように彫刻したりするのも楽しんでいただければいいかなと思います。はい、これが普段使っている人車の彫刻の道具となります。